皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、統一教会と自民党との関係についてのお話をしようと思います。なお、私は旧統一教会という呼称そのものもちょっとめんどくさいので、統一教会と呼称させてもらいます。結局のところ、名前はいくらでも変えられますが、団体の本質そのものについては、統一教会といった方が結局のところは分かりやすいでしょう。さて、宗教と政治との関係、この癒着をなんとか剥がさなければならないといったことはよく言われるようになりました。これは安倍総理に対する暗殺事件というものが発生してしまい、それに伴って統一教会と自民党との関係というものがクローズアップされています。その中において非常に長い歴史を持ってこの団体と自民党との関係がつながっており、昔はイデオロギー的な目的があってつながっていて、それ以後においても結局のところ選挙応援という形で自民党は統一教会を利用し、そして統一教会もまた自分たちの活動における広告塔やコネクションの表明などに自民党議員を使っていたという、いわば相互利益が発生していた状態でした。しかし、このような状況というのはとても健全なものではありません。というのも、統一教会は霊感商法をはじめとした、いわゆる宗教団体の体は取っているんだけど、その実態は利益を追求する、いわばビジネス集団だったからです。しかもそのビジネスのやり方というのは、霊感商法に代表されるような、洗脳を伴ったような、お金をむしり取るだけむしり取るといったような多くの被害者を出す非常に危険な行為です。ですから、現在の自民党が様々な面でつつかれていることに対して、自民党ははっきりとここで統一教会との関係を見直し断行するといったことを宣言することが私は必要だと思います。そしてその上で統一教会のやっていることに対して警察はしっかりと捜査を行い、統一教会が違法行為をしているんだということを理由としてもっと厳しくこれに当たるべきです。そしてそのような犯罪行為の摘発に伴って統一教会の反社会性というものを一つ客観的な事実として残すことで政治権力との一切の関わりを断つようなことを行うべきなのです。このようなことを行うためには一つ制度的な設計を行う必要があります。例えば霊感商法に代表されるような宗教の本来の目的である信徒の人たちの心の安定から明らかにかけ離れたような洗脳やもしくは強引な利益の収奪といったものをはっきりとこれを犯罪行為として考え、これを摘発することです。そして、そのような犯罪行為に基づく行為を行っている団体に対しては、これはもはや宗教法人ではないと、これをはっきりと認定し、宗教法人としての特権である、例えば寄付金に対する非課税措置などを停止するといったことを行うべきです。また、そうではない、いわゆる健全な宗教団体に対しても、これを機に一つ見直しを行うべきです。先ほどは統一教会を念頭にして犯罪行為があるんだから犯罪行為を犯している団体に対しては寄付金の非課税特権を廃止するべきだという話をしましたが、違法行為を行っていない宗教団体のもたくさんあります。それらの宗教団体が政治家や党といったものの後ろ盾になっていることがあります。これも私はあまり良いことだとは思ってはいません。たとえ古典的な宗教団体であろうとも結局のところ国民生活全体から考えればある一定の宗教に偏っているというその価値観というものは現代にそぐわないところがあります。ですから何ら違法行為を行っていない宗教団体であろうとも、例えば政治権力に食い込んでいこうというその意思を持って寄付を行ったり、もしくは人員を組織として送り込んで政治活動を支援するというのであれば、そのような団体についてもやはり非課税特権を廃止すべきです。ちなみにこのような非課税特権の取り消しを伴ってでもさらに政治権力を応援しようという団体というのはかなり限られるでしょう。古典的な宗教団体というのはほとんどの場合そのようなことになれば政治家との関係というのは極端に近寄ることはないはずです。ですから今回統一教会の問題を一つ契機として政治と宗教との関係を見直すというのであれば、寄付金に対する非課税特権の廃止というのは一つ大きな手段だと私は思っています。ただしこの話で一つ問題があるのは、いわゆる悪い宗教と良い宗教をどこで分けるのかといったような話などがよく出てきます。私が寄付金の非課税特権を廃止すべきだとしているその根拠として使おうと考えているのは、やはり犯罪行為をどれだけ行っているかという点に注目すべきだと思っています。例えば教義や経典、教本、聖本、
聖書、様々な宗教上の活動理念というのがあるのですが、この内容というものを見て、ああ、これは良い宗教ですね、悪い宗教ですねと分類することは基本的にはできません。結局のところ、日本には信教の自由というものがあり、どのような考えを持っているかというそのところに何か理由をつけて、あなたは宗教法人として悪い宗教だなんていう具合に言うことはできないからです。ですから、何を基準として考えるかは、その団体がどのような行為を行っているかという客観的な事実に着目すべきなのです。ですから、こうした寄付金に対する非課税特権を廃止しようという話になった時に、何かそのような信教の自由を理由としてそんなことはできないという人がいるのであれば、犯罪行為を行っているかどうかに着目すれば、それは犯罪者集団、つまり反社会勢力の証明なのだから、このようなものには宗教法人としての特権を与えるべきではないというこの理屈を立てるべきなのです。なお、私のチャンネルでは私自身が政治的な発言というのもしょっちゅうしているわけですが、私自身はどこかの宗教団体から支援を受けているということは全くありません。私自身も特定の宗教には全く属していません。YouTube のライブなどではいわゆる宗教観といったものを話したことが以前あるのですが、私自身はどこか特定の神を信仰しようという気持ちには全くなりません。また、人間に対する信仰といったものも生まれないといった話などもしています。ですから、神に対してもどちらかというと、八百万の神的な考え方を受け入れていますから、特定の神が私が唯一絶対の神だなんて言っているのを見ると、私の頭の中ではシバやオーディン、ヤハウェといった神々の中において私だけが本当の神だなんて言っている姿を見ると少し滑稽に思えてしまうのです。そして世界三大宗教的に言うと、仏教の開祖である釈迦にしても非常に優れた哲学者ではあるものの、だからといって彼の考え方に何か信仰心が芽生えるかといえばそういったわけではありません。結局のところ釈迦自身も悟りを開いてはいるものの、それ自身は彼の問題であって、結局のところ自分自身を救えるのは自分だけですよという話についても話しており、決して釈迦を信じれば何かうまくいくかといったような話をしているわけではありません。そしてここ最近はそうした政治と宗教との話というのが非常に多くはなっているわけですが、暗殺事件のその元凶となっている問題についてもう一度私は見直すべきだと思っています。この話は事件が起こったその時にも話をしたのですが、政治活動の一環として街頭演説というものがあり、この街頭演説のやり方そのものを変えるべきだという話を私はその時は行いました。しかしどうやら政治家というのはそうした街頭演説を行うことそれ自体を変える気はないようです。じゃあ一体どのような部分について変えようとしているかといえば、それは暗殺の武器となるものを手に入れやすいこの状況を変えるべきだとして規制を強化しよう、そのような動きというのが見られるのです。しかし今回の事件で使われた道具というのは基本的にはホームセンターで全部揃いますよといった程度のものであって、決して何かすごい凶悪な殺人に使うことをそもそも前提として作られたものを集めたというわけではありません。例えば日本では爆弾がそのものを売っていたり、もしくは銃を売っているといったことは基本的にはありません。しかも今回使われた武器というのも基本的にはそのような殺人が可能な兵器といったものを手に入れたという話では全くないのです。にもかかわらず何か危険なものが手に入るのであれば、それらについて全部規制をかけていこうなるというのは基本的には難しいことこの上なく、そして多くの人々にとってかなり不便を強いるものとなってしまいます。例えば今回の話で言えば鉄パイプを買うっていった話について言っても、よし鉄パイプが武器になるんだ、じゃあ鉄パイプを買うときに全員身元を完全に分かるように情報を記録するんだなんていうことをしてもほとんどの場合は全く無関係でしょう。その他今回の事件ではありませんが、じゃあ爆弾を作ろうと思って何か化学肥料を購入している人たちというのを全部しらみつぶしに徹底的に操作をずっとするなんていうのはほとんどの場合全くの無駄以外の何者でもありません。そのようなことから私自身は一般的に手に入れられるものから様々な兵器というものが実は作れてしまうという問題に対してそれらを規制するのではなく、そのような様々な障害をくぐり抜けて何か殺傷兵器を作ったとしても
それが政治活動の邪魔にならないように、例えば演説をするのであればどこかの施設の中で行い、そして施設の中に入ってくる観客の人たちに対しては手荷物検査をするといったことを一つ義務付けるといったことが、結局のところ安全な政治活動につながると思います。政治家はなるべくみんなとの距離が近く、そして通りかかっている人たちに訴えかけるんだ。そのために街頭演説は有効なんだ。だからこれを変えたくはないといった話などをしているわけですが、結局はそういった自分たちのやりたいことを優先して安全を二の次にするのは、後々もっとひどい事件の引き金となってしまう可能性がある。そのような考え方を持つべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。ここ最近注目されている政治と宗教との関わりについては、寄付金に対する非課税特権、ここに一つ注目をする。そして宗教団体が宗教団体であるかどうか、その認定についてはやはり犯罪行為を行っているかどうかということに注目して、犯罪行為が目立つのであればそれはもはや反社会勢力だとしてしっかりと認定し、警察の捜査を入れる、そういった厳密な法の執行というものをしっかりと政治はコントロールすべきだということを皆さんにお話ししました。皆さんは政治と宗教との話についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。